あなたは魔術のパワーを信じますか？遡ることおよそ25年前の1997年4月、インドネシアのメダン市、その郊外にある小さな村で想像を絶する不気味な儀式が行われていたんです。高く生い茂るサトウキビ畑の陰にひざまずくのはアフマド・スラジ48歳。そして彼の前には下半身を土で埋められぐったりしている女性が。実は彼女はスラジによって殺害された直後だったんです。そんな彼女の遺体にスラジは慣れた手つきでとある行為に及ぶんです。その行為とは彼がすでに何人もの女性にしてきた儀式。スラジはおもむろに身をかがめ、その女性の遺体から何かを必死に飲み始めるんです。それは女性の唾液。女性たちを殺害し、その唾液を飲むという異常すぎる連続殺人事件。なぜ犯人は殺すだけではなく女性たちの唾液を飲む必要があったのか。そこには犯人の生い立ちにも関係する身勝手な野望があったんです。おそす、タラタラしてんじゃねえよ。ケンちゃんです。食べたくなってくる。みんなを魅惑の呪文でメロメロにしちゃう、ヤミヤミコです。アブラケタブラエクスペクトバームクーヘン。さてね、本日ご紹介するのはめちゃくちゃ気持ち悪いんですけど、インドネシアのね、殺人鬼でですね、なんと殺した女性の唾液を飲んでいたというね、男なんです。もう今までと比べ物にならないけどゾッとしたわよ。何そいつ。まずね、この犯人が一体どうやってね、女性たちと会っていたのか、どういういきさつがあったのか、早速見ていきたいと思います。はい、教えて。救いを求めて。今から25年前の1997年、インドネシアの北スマトラ州メダン市、その郊外に位置する小さな村のある家に人々が入れ替わり立ち替わり訪れていたんです。その人々の中には政治家や裕福層の人間までいたんですが、彼らがその家を訪れていた理由は一つ。そこに住むアフマド・スラジという男に会うため。なぜなら彼はその村で最も有名な魔術師だったから。当時48歳であったスラジは魔術を使い多くの人々の悩みを解決しており、そのパワーはかなりの評判でした。そして彼を頼る人々の中には当然若い女性も多くおり、スラジはそんな女性たちをターゲットにしていたんです。魔術を使って、人を助けたっていうのは分かんないけどさ、そんな相談に来る人ボンボン殺しちゃってたらすぐにバレんじゃん。実はね、バレないロジックがあったんですよね。このスラジにね、相談する女性たちの相談内容っていうのがね、このバレない理由だったんです。何相談してるの？様々な悩みを解決していたスラジだったんですが、彼は特に女性特有の悩みの解決に長けていると評判でした。女性特有の悩みといえば、一般的には恋愛成就などの悩みを想像するんですが、実際にスラジが受けていた悩みはもっと踏み込んだ内容でした。例えば、夫に魔術をかけて絶対に浮気できないようにして、私にもっと性的な魅力を授けて、などといったものから、時には娼婦が訪れ、もっと乗客を取れるように私に魔術をかけて、などといった普通なら他の人に知られたくないような相談を持ちかける女性たちが数多くいたんです。なので彼女たちはその相談の内容をスラジ以外に知られないように周りの人たちには内緒にしてこっそり彼の元を訪れていました。これはスラジにとっては好都合だったんです。仮に彼女たちが行方不明になっても誰もスラジと彼女たちを結びつけることができないから。こうして彼は自分を訪れた相談者の女性たちをターゲットにし続けたんです。その結果スラジがバレずに犯行を重ねた月日はなんと11年間。ひどいやつなんだけどさ、そんな有名だからって魔術を頼ってそんな相談に来るもんなの？意味が分かんなくない？そこにはですね、インドネシアのね、シャーマニズム文化が関係してる。聞いたことある、シャーマンって。シャーマンキングね。シャーマンキング。覇王とかね、ホロホロアンナとか、ホロホロ。千字略決。超千字略決ね。超千字略決。あと恐山ね。もういいのよ。というわけで本日のメトラキーワード、シャーマニズムについて。シャーマニズムとは神や霊などと直接交信することで未来を予言したり病気を治したりできるという信仰体系のこと。古くから存在するこのシャーマニズムでは問題解決のために魔術や呪術なども使われ、今日では全世界に広がっている普遍的な宗教形態なんです。この事件の舞台となっているインドネシアではこのシャーマニズムの信仰が根強く存在し、魔術が様々な問題を解決したり西洋医学では治せないような病気も治せると信じられているんです。本当かよ。そしてインドネシアではスラジのように魔術を使う者はドゥクンと呼ばれ、立派な職業として認識されているんです。その結果多くの若い女性が彼の元に集まってしまったというわけなんです。ちょっと前にマレーシアの呪術師とか出てたじゃない。東南アジアだと魔術みたいなものがいっ
般的なのかしらね。あるんですよ。てか黒魔術っていうのがね、うん。国によってはね、もう本当に力があるって認められてて、それを規制する法律までね、ある国すもごいわね。あるんですよ。へそしてスラジのね、一連のこの殺人っていうのはね、もう常軌を逸したね、手口だったんですけど、まあ一旦ね、そもそもどうやってスラジは女性たちを犠牲にしていったのか、早速見ていきたいと思います。恐怖のサトウキビ畑。スラジは若い女性が相談に来ると、まず日本円にして3万円前後の謝礼を受け取っていました。インドネシアの大卒者の平均月収が3万円から5万円あたりであることを考えると、この金額がいかに大金であるかがわかります。そしてお金を受け取ったスラジは女性をサトウキビ畑に連れ出し、これから儀式を行うためにあなたを腰のあたりまで土で埋めますと伝えるんです。なんでスラジを信用しきっていた女性はその言葉に従順に従い身を任せます。女性の手足を縛り、腰から胸のあたりまでを土に埋めるスラジ。すると彼は最後にこう言うんです。大丈夫、すべてうまくいく。その言葉に救われたような気持ちになる女性なんですが、その後彼女を待ち受けていたのは救いの魔術ではなく電気コード。スラジは電気コードを手にすると身動きの取れない女性を考察。しかし彼の強行はそこでは止まらないんです。スラジは苦しみながら亡くなった女性の口元に近づき、そこから滴り落ちる唾液を貪るように飲んだんです。無理、怖すぎなんだけど、そりゃ腕と足をさ、縛られて埋められたら抵抗なんてできるはずないじゃないのよ。できないですね。まあ、スラジに関してはね、もう魔術師みたいなことだったんで、信用されてたんでね、そういう状態持っていくの簡単だったんですよ。で、その後に唾液飲むんでしょ。もうマジでいかれてんじゃない。しかもスラジがやばいのはね、その唾液飲むのもそうですけど、その後にね、決まってね、ある行動をね、していたんです。まだあんの？女性を殺害し、その死体から唾液を飲み終えたスラジは胸まで埋まっていた女性を掘り起こすんです。そして服を全て脱がせ全裸の状態にしました。理由は死体の腐敗が早く進むようにするため。その状態でスラジはまた女性をサトウキビ畑に埋め直すんですが、そこにも彼なりのルールがあったんです。それは死体の顔をある方向に向けて埋めること。その方向とは自分の家。悪すぎるわよ。もう怖すぎでしょ。11年間も女性の唾液飲んで、みんな自分の家向いてるわけでしょ。今までで一番気味悪いかもしれないですね。普通なんかさ、呪われたくないから、別になんか自分の家に顔向けるとかなんか呪術的なことやんないでしょ。なんかもう分からんわ。分からないわ、こんなの。まあ、実はですね、この彼の異常な行動っていうのはね、あることがきっかけで始まるんです。恐ろしきお告げ。1949年の1月、インドネシアのメダン市で牛のブリーダーをしている家庭に生まれたスラジ。彼は小さい頃から暴力的で盗みなどを繰り返す問題児だったんです。やべえな。その理由ははっきりしていないんですが、両親が彼に無関心であり、そのことに不満を持っていたという説もあるんです。そして彼が20歳前後の時初めて逮捕され、懲役10年の刑罰を受けるんです。刑期を終え出所したスラジは心を入れ替えると思いきや、また盗みを働きすぐに逮捕、そして再度収監されたんです。この頃から彼の精神状態は不安定になり、心の救いを求めるようになりました。再び出所した時にはすでに30歳を過ぎていたスラジだったんですが、父親に俺は魔術師になりたいと打ち明けるんです。というのもスラジの父親は牛のブリーダーをしていた傍ら、魔術を使って人々の相談に乗る仕事もしていたんです。そんな父にスラジは自分の思いを伝え、これを了承した父は彼に魔術を教え始めるんです。前科者として白い目で見られていた彼も、その後ぐんぐんとその才能を発揮し、一躍人気者の魔術師となったんです。イスラム教であって彼は3人の妻をめとり、子供にも恵まれ、誰が見ても順調な人生を手に入れたんです。しかしある日の夜をきっかけに、その人生の歯車は狂い始めることに。ちょっといろいろ悪さしてるっていうのは分かったけど、別にあんなことするきっかけにはもっとすごいことがないと、あんなことしないでしょ。まあ実はですね、きっかけっていうのはね、みんながね夜に見るあれだったんです。何？スラジが37歳になった1986年、ある夜彼が眠りについていると、枕元にその時にはすでに亡くなっていた彼の父親が立っていたんです。当然父親が本当にそこにいるわけはなく、それはスラジの夢の中の出来事。そしてスラジの父親はこう語り出したんです。もっと大金を稼ぎ魔術師として成功するためには、70人の死に際の若い女の唾液を飲め。気持ち悪いな。
この言葉を父からのお告げと考えたスラジはその直後からそれを実行し始めたんです。つまり彼が多くの女性たちを殺害し、その唾液を飲んだのは魔術師としてのさらなる成功のため。また先ほど触れた遺体を埋める際に顔をスラジの自宅に向けさせたのも、彼がそうすることによって自分の魔力が高まると考えていたから。さらに後に彼は自分の犯行について、私は性的趣向でそれらの行為をしたのではない、魔術師としての力をつけもっと多くの村人を救うためにやったんだと語っていたんです。やかましいな。ね、おかしいでしょ。人救うために人殺してんじゃないの。親父も行かれてるし、うん夢って自分の記憶の整理でこう出てくるからさ、よくそんなことの組み合わせが出現するなって驚きですよね。本当に気持ち悪いですし、70人のね女性ってこのたった一つの夢がきっかけでね、殺されていったと、もう本当に被害者の遺族の方含めてね絶対許せないと思うんですけど、そんなねことをね11年間続けてきたこのスラジだったんですけど、あることがきっかけでね、ついにこのね殺人事件の急展開を迎えていくんです。掘り起こされる死体。1997年4月、スラジが利用していたサトウキビ畑で働く農夫が畑の中に不自然に盛り上がった土を見つけたんです。そこから腐敗臭がしたため動物の死体かと思い村人たちで掘ってみることに。するとそこから出てきたのは動物の死体ではなく、なんと人間の腐乱死体だったんです。村中大騒ぎになり、村長はすぐに警察に連絡。捜査の結果、その死体はスリ・ケマラ・デビーという21歳の女性であることが判明。しかし彼女が一体誰に殺されたのかは不明であり、捜査は難航していました。そんな時、15歳のある少年の証言によって事態は急展開するんです。その少年の職業は人力車引きでした。彼はデビーの死体が見つかる3日前に彼女を人力車に乗せたというんです。そして少年が彼女を降ろしたその場所はスラジの自宅。その時デビーは、ここに来たことは誰にも言わないで、迎えもいらないわと少年に伝えていたんです。そう、このデビーはスラジの相談者であり、最後の犠牲者でもあったんです。デビーも他の女性同様に自分の相談の内容が恥ずかしく、少年以外には誰にもスラジに会いに行くことは伝えてなかったんです。なるほどね。こうやってこっそり来てたから他の女性たち、犠牲になった方たちもバレなかったってことだったのね。そうなんですよね。あと実際に盛り上がった土でバレちゃったっていうことで、であれだけ死体処理のこだわりがあったスラジなんですけど、なんかもう埋める場所がなかったのかもしれない。そうだな、たくさん犠牲者がいたってことなのかもしれないもんね。そこも踏まえてスラジのその後を見ていきたいと思います。人力車の少年の証言により容疑者としての名前が挙がったスラジ。彼は警察の取り調べを受けたんですが、一切の関与を否定しました。それどころかデビーの遺体が発見されたサトウキビ畑で彼女に祈祷を捧げるなど健全な魔術師として振る舞ったんです。しかしスラジの自宅を家宅捜索したところ、デビーのバッグやブレスレットなどが発見されました。他に容疑者もおらず遺留品まで見つかったことで警察は容疑を固めスラジを逮捕。そして彼に殺害された女性の遺体処理を手伝ったとして妻も逮捕され、11年にわたるスラジの凶行は終焉を迎えたんです。スラジは逮捕されると犯行を認め、彼が今まで殺害してきた人数を供述するんですが、その数字に警察も驚くことに。彼が殺した若い女性の人数はなんと42人。ただこの42人という人数は警察がスラジの供述によりサトウキビ畑を掘り起こし認識できた遺体の数、それ以上の人数が埋まっていた可能性もあるんです。ですが腐敗が激しく検視が不可能な遺体が多かったんです。その結果警察は42個の頭蓋骨を発見した後は発掘作業をやめてしまったんです。なんで事実としてスラジが犯行を重ねていたその11年間のうち、その地域には80人以上もの若い女性の行方不明届が出されていました。怖えな。彼女たちは未だに行方不明のままなんですが、その中にはスラジの犠牲者も多くいるのではないかと考える人は少なくないんです。妻が手伝ってたとかびっくりなんだけど、だからこそバレなかったのかもしれないわね。これどんな気持ちで手伝ってたんだろうねってね。協力者がねいればね、当然やりやすいっていうのはねあるかもしれないですよね、一人より。こうしてね多くの女性を殺害したスラジだったんですけど、その後ね彼を待ち受けていた運命は当然厳しい。スラジは逮捕前に魔術師は簡単に大金が稼げると発言していたことも分かっており、妻が犯行に協力していたことも考慮すると性的目的ではなかったという動機は本当なのかもしれません。しかしどんな動機であれスラジの行為は悪質で残忍なものであったため、彼に下った判決は死刑。
ただ驚くことにこの判決を受けてもスラジは捕まると思っていなかった。彼女たちが自分に殺されるのは運命なのだからと話し、全く反省している様子はなかったんです。そんな中、逮捕後から約11年後の2008年7月、スラジには銃殺による死刑が執行されました。そして彼の遺体が地元の村に帰った時、村人たちは彼がその村に埋葬されることに激しく抗議したんです。かつては村人の救世主だったスラジは今では残忍な裏切り者の殺人者となったわけなんです。結局スラジの遺体は違う村に埋葬されることに。インドネシアでは今でも彼のような一部の悪質な魔術師による詐欺や性的暴行が社会問題とされているんです。それでもやはり一定の信仰者はいるため、相談する側は最大限の注意が必要なんです。